ニュータイプの全てを見届けてきた男。ブライト・ノアの人生。ブライト・ノアはアニメ「機動戦士ガンダム」に初めて登場して以来、ガンダムの宇宙世紀シリーズの多くに登場する人物です。劇中では主に各シリーズの主人公が登場する母艦のキャプテンを務めることが多く、一年戦争から先行のハサウェイの時代まで様々な戦場で指揮を務めてきた歴戦の猛者です。また反骨的な精神を持つガンダムパイロットたちを制する立ち位置にいることから、ガンダムシリーズ随一の苦労人としても知られています。当初は鉄拳制裁も厭わない実直で不器用な職業軍人とも取れる性格でしたが、シリーズを経るごとに若きガンダムパイロットたちを導く大人へと成長していきました。今回はそんなブライト・ノアの人生について解説させていただきます。ブライト・ノアだ。艦長を務めている。ブライト・ノアは宇宙世紀0060生まれで、機動戦士ガンダムの舞台となる宇宙世紀0079では19歳の青年となっています。設定上では英国系の血を引いているとされており、アニメ第3話では宇宙に出るのは今回が初めてと語っていたため、生粋のアースノイドのようです。なお白目が描かれたり描かれていなかったりしますが、白目があるとかなり目つきがきつく見えるようになっています。宇宙世紀0079に士官学校を卒業し、地球連邦軍士官候補生としてホワイトベースの乗組員となり、サイドセブンへと向かいました。しかしサイドセブンに入校した直後、シャアの部隊によって襲撃され、正規の軍人がほとんど戦死します。さらに初代ホワイトベース艦長パオロ・カシアスが負傷したことで、軍歴6ヶ月の新兵でありながら成り行きで2代目艦長として就任し、民間人のクルーをまとめていくことになりました。そのため新兵でありながらクルーからは正規兵として頼られつつ、軍からは新米として扱われるという板挟みの立場として戦場へ繰り出すこととなります。当初は実戦経験の浅さからルナ2では作戦を決めるのに多数決を取っていたり、無才の手法がブリッジをかすめただけでうろたえてしまい、未来になだめられるシーンも見られました。しかし新兵ながら卓越した指揮能力を見せ、ジオンの歴戦の兵士相手に有利に立ち回っていきます。地球降下後の北米では宇宙から追いかけてきたシャアとガルマザビの率いる部隊と交戦。圧倒的戦力差に苦戦を強いられますが、ガンダムをホワイトベースの反対側に移動させることでガウをおびき出し狙い撃ちにするという作戦に出ます。シャアの裏切りもあったおかげでなんとかガルマを討ち取り、連邦軍で初めてザビ家の人間を討ち取る功績を挙げました。しかし指揮以外の面では精神的な余裕のなさから、戦争に巻き込まれてやむを得ず戦っているクルーへの配慮に欠ける言動が目立ちました。殴ってなぜ悪いか。貴様はいい。そしてわめいていれば気分も晴れるんだからな。特にアムロに対しては厳しく、結果的にアムロのホワイトベースからの脱走を招いてしまいます。またアムロが戻ってきてもガンダムの出撃以外ではアムロを独房に閉じ込めておくという厳しい処置をとっていました。そのためこのアムロに対する対応について劉補正からアムロを恐れていると見抜かれ、言葉による対話が求められます。最初はこの発言に難色を示していましたが、直後のラルタイの残党との戦闘で劉が戦死したことで、アムロのことで劉に心配をかけすぎたと自身の未熟さを悔やみ、これ以降アムロへの態度を軟化させていきました。その後劉を亡くした新郎から一度は倒れてしまいますが、なんとか奮闘しオデッサ作戦やジャブロー攻防戦を戦い抜きました。そしてジャブローにて今までの戦果を認められ中尉へと昇進。ホワイトベースもティアンヌ艦隊へと配属されたことで再び宇宙へと上がります。こうして過酷な戦場を生き延びる中で、いつも自身や艦を支えてくれるソーダ種の未来ヤシマに惹かれていくこととなります。未来にはイーナ付けのカムランブルームやジャブローから補充要員として登場したスレッダーローなどいくつもの障壁がありましたが、それでもブライトは一歩引いた場所から不器用ながらも未来を見守り続けます。ソロモン攻略戦の際には未来がスレッダーと再出撃するまでのわずかな時間を過ごせるようサブブリッジから人員を派遣するなど気遣いを見せ、自分の気持ちを未来に告げています。その後ソロモン攻略戦も生き延び、最終決戦となる宇宙要塞アバオア空の戦闘にも参加しました。最終的にはホワイトベースが航行不能となったため、
要塞に着底させて白兵戦に持ち込み、その後アムロからの呼びかけに応えて退官命令を出したことで乗組員と無事に生還を果たしました。そして連邦軍とジオン共和国の終戦協定が締結されたことで一年戦争は終結します。誰が砲撃手弾幕薄いぞ、何やってる。一年戦争後は実直に思い続けたことが実り、ブライトは未来と結婚しました。さらにハサウェイとチェーミンという2人の子供に恵まれるなど私生活は充実していました。しかし軍人としては一年戦争で多大な戦果を上げたにもかかわらず、ニュータイプを率いた艦長として軍の上層部に恐れられ、連絡船テンプテーションの船長に左遷されてしまいます。さらに連邦軍内で増長したティターンズのメンバーからは暴行を受けるなど、かつての英雄とは思えない散々な目に遭っていました。そんな中、機動戦士ゼータガンダムの作中では、宇宙世紀0087グリーンノアで起きたエウーゴによるガンダムマーク2の強奪の際、避難民をテンプテーションで保護し、グリーンノアから脱出したことで、ブライトの運命は大きく変わります。ブライトはテンプテーションで漂流していたところをアーガマに救助され、これをきっかけに反地球連邦組織エウーゴに正式に参加し、アーガマの指揮をヘンケンベッケナーから引き継ぐことになります。指揮官として戦場に戻るのは7年ぶりでしたが、全くブランクを感じさせない手腕を発揮し、就任直後にジャブロー降下作戦の指揮を担当します。こうしてアムロの再来と感じたカミーユや、かつての宿敵だったクワトロ・バジーナことシャアーズナブルたちと共に戦うことになりました。しかしカミーユはニュータイプ能力やパイロットとしての技量は高いものの、アムロ以上の反骨精神に加え、精神的に不安定な部分も多く手を焼いていました。なお第27話では、私にはとてもカミーユの父親役はできそうもないなとこぼす姿も見られます。しかしそれでも一年戦争時から精神的に大きく成長しており、アナハイムの幹部であるウォンリーからの強硬な言動にも毅然とした態度を貫いていました。また離れて過ごしている家族からのビデオレターには思わず涙する場面も見られ、父親となった一面も垣間見えます。こうして相変わらずの苦労人っぷりを見せながらもティターンズへの対抗策を練っていました。そしてグリプス戦役最終局面ではブライト主導のもとメールシュトローム作戦を実行に移しました。この作戦はコロニーレーザーに改造されたグリプス2を奪還するというもので、最終的に見事グリプス2を奪還し、コロニーレーザーによってティターンズを壊滅させることに成功しました。しかし代償としてエウーゴはブレックス、ヘンケン、クワトロといった指導者とエマシーンやカツなどのパイロットを喪失。カミーユもシロッコとの戦いの中で精神崩壊を起こし、まともな戦力はファーユイリーただ一人となってしまいます。こうして疲弊しきったアーガマは修復を兼ねてサイド1のシャングリラコロニーに立ち寄りました。ここからが機動戦士ガンダムダブルゼータの物語となります。この船の手伝いをしてもらえないか。なんだったらここでずっと働いてくれてもいいんだ。寄港したシャングリラではジャンク屋の少年であるジュドー・アーシタに出会います。当初ジュドーは元ティターンズのヤザン・ゲーブルと手を組んでゼータガンダムを奪取し、アーガマを吸収し、ブライトもそれに応戦していました。しかしジュドーが初めてモビルスーツに乗ったにもかかわらずゼータガンダムを見事に動かしたことから、ブライトはジュドーにアムロやカミーユといった歴代のニュータイプの姿を重ねます。ジュドーの活躍を見たブライトは深刻な戦力不足を解消するため、ジュドーたちジャンク屋の少年少女をアーガマのクルーにスカウト。最初は乗り気ではなかったジュドーたちでしたが、なんとか戦力を確保したいブライトは今までの厳しさは控えめに、逆にジュドーたちをおだてたりと態度を軟化させていました。ゼータガンダムの頃は中間管理職として苦労し、ダブルゼータでは人材不足に悩まされる姿は社会人には胃の痛くなる光景なのではないでしょうか。こうして新たな戦力を得たアーガマを率いてブライトはネオジオンとの戦いを繰り広げていきます。しかしブライトの受難は続き、ジャンク屋の子供たちが起こすトラブルにいつも頭を抱えていました。さらに補給で立ち寄ったラビアンローズにて艦長代理のエマリー・オンスに異性として興味を持たれ、猛アプローチを受けます。本人もまんざらではない姿は見られたものの、真面目で家族思いな性格からなんとか踏みとどまっていました。その後ネオジオンの地球侵略を阻止するため
アーガまで地球へ降下してダブリンに向かいますが、最終的にコロニー落としの阻止はできませんでした。そしてダブリンの避難民を救助した後にアーガマを置いて再び宇宙へと戻ります。そしてラビアンローズにてネールアーガマを受領しますが、月への移動が決定したので艦長の席をビーチャオーレグに託しました。こうしてブライトは前線を離れますが、月から絶えずジュドーたちに補給物資を送るため奔走していました。そんなブライトの苦労もあり、ジュドーたちはネオジオンとの抗争に勝利します。しかし遅すぎる援軍と淡々と敗戦処理の話をするエウーゴの上層部にジュドーが激怒。そんなジュドーの心を理解したブライトは情けない大人代表としてジュドーの行き場のない拳を受け止めました。こうして第一次ネオジオン構想が終戦を迎えましたが、シャアが依然として行方不明ということから宇宙世紀0090地球連邦軍が治安維持を行うべく外郭部隊ロンドベルを編成し、ブライトはその司令官を務めることになります。そして映画機動戦士ガンダム逆襲のシャアの世界である宇宙世紀0093の第2次ネオジオン戦争時にはロンドベルの司令官兼機関ラーカイラムの艦長として登場しました。ガンダムダブルゼータで見せたような柔和な様子は消え、再び指揮官として厳しい態度を貫いていました。また一年戦争時の戦友であるアムロと再び艦を共にしており、同志として心を許した間柄としてシャア率いるネオジオンの地球寒冷化作戦を阻止するため行動していきます。道中地球からのシャトルを救出した際には息子であるハサウェイと再会しました。その後シャアのアクシズ落としを阻止するため三段構えの作戦を取り、ネオジオンとの決戦に挑みます。なおこの際のブリーフィングでクルーに放ったすまんがみんなの命をくれというセリフはブライトの上司像を表す屈指の名台詞として語り継がれ、三強が行った逆襲のシャア名言総選挙でベスト5に入っています。またブリッジに残ることを選んだハサウェイに遺書を書かせるなど、ブライトの軍人としての生き様が多く描かれています。こうして決死の覚悟でアクシズの分断作戦を敢行しますが、核ミサイルを使った攻撃では完全な破壊には至らず、自らアクシズに乗り込み内部からの爆破を試みます。この工作の結果アクシズの分断に成功しますが、爆破の威力が強すぎたことで分断したアクシズの半分が地球への落下コースに入ってしまいました。ブライトは結果的にシャアの手助けをすることになった状況を黙って見ていることができず、ラーカイラムでアクシズを押すよう無茶な指示を出していました。しかしサイコフレームの共鳴によって発生した光によってアクシズは地球への落下コースから外れました。そんな地球圏から離れていくアクシズと戦友を尻目に、ブライトは再び激戦を生き残り、逆襲のシャアの物語は幕を閉じました。なおこの第2次ネオジオン構想後の動向に関しては、漫画機動戦士ガンダムユニコーン虹に乗れなかった男にて詳細に描かれました。戦後アクシズショックと名付けられたこの現象は、ニュータイプ神話が広がることを恐れた連邦の上層部によりもみ消されることになります。そこで上層部はブライトに対してカヌランからの核弾頭受領やハサウェイの無断出撃を不問にすることを条件に、アクシズショックをニュータイプ的な現象ではないと公表することを求めました。しかしブライトはアムロが見せてくれた奇跡をなかったことにしないため、これを拒否しようとします。その瞬間アムロ、カミーユ、ジュドーのイメージが目の前に現れ、この先に生まれるニュータイプの手助けをしてほしいというメッセージを受けたことで、ブライトは思い直します。そして自身をロンドベルの司令として留任させることを条件に上層部の一行に従いました。そして3年後、宇宙世紀0096、舞台は機動戦士ガンダムユニコーンへと移ります。ラプラス事変と呼ばれる騒動の中で、ブライトは参謀本部の目論見みにより事件に関わらないよう遠ざけられていましたが、トリントン基地におけるジオン軍残党の迎撃任務の後、鹵獲されたユニコーンガンダムをラーカイラムに収容した際にバナージリンクスと開交します。そしてバナージにかつてのニュータイプたちの姿を重ねたブライトは、バナージが思うままに行動できるよう開始伝の協力を受け、敵であるガランシェールへバナージを送り出しました。その後は地球連邦軍参謀本部を強襲し、
ラプラス事変の首謀者の一人であるマーサ・ビスト・カーバインを拘束するなど、主人公たちの活躍の裏で事態の収拾に動いていきました。その後、さらに時は流れ、再びブライトが歴史の表舞台に現れるのは、ラプラス事変から9年後、宇宙世紀0105のマフティー・ドーランとなります。この頃のブライトは、かつてのニュータイプたちの思いを無駄にしたくないという気持ちから、人類はニュータイプに変革しなければならないという理想を掲げ、政治の世界へ進出することを考えていました。しかし、ブライトの連邦軍退役という辞職願は一向に受理されず、3年間保留されたままとなっています。そんな中、マフティー・ナビー・ユエリンが起こした一連の騒動を収めるため、キル系部隊の司令に着任し、地球に降り立つことになりました。しかし、ブライトが基地に到着した時には、マフティーはケネスによって捕らえられた後であり、さらに、この時ブライトは、マフティーの正体がハサウェイであるとは知らされておらず、それを隠そうとするケネスの配慮によって、マフティ処刑当日も別室に待機させられていました。しかし、連邦軍の情報操作により、翌朝の新聞でマフティの正体が明かされただけでなく、ブライトが自分の手でマフティを処刑しなければならないと強く希望したと世間に発表されることになってしまいました。ブライトはこの報道でマフティの正体が息子のハサウェイだったと知りますが、これ以降のブライトの心境は明かされていません。また、その後のブライトの動向に関しても不明で、ケネスの推測では3ヶ月後そのまま退役するだろうとだけ語られています。このように、ブライトはガンダムシリーズ屈指の苦労人であり、地球連邦軍の幾多の戦争の勝利に貢献してきた功労者です。しかし、それにもかかわらず、ニュータイプを恐れる連邦軍上層部によって危険視されてしまい、最終的に息子がテロリストとして処刑されただけでなく、自身の命令で射殺したという汚名を着せられることになりました。この報われなさには、原作者である富野監督本人も同情していたようで、小説版「閃光のハサウェイ」後編の後書きで、ブライトがかわいそうで涙が出てきたと語っています。余談ですが、2021年に第1部が公開され、全3部構成と言われている劇場版「閃光のハサウェイ」の2部作目のタイトルは「サン・オブ・ブライト」となっています。見るからにブライトの活躍を思わせるタイトルですが、これについてプロデューサーである尾形直弘氏も、ブライトが登場すると思いますと語っていました。また、尾形氏は同時に富野監督に中間だけでは持たないと言われたことで、映像化にあたってプラスアルファを入れていくとも明言しています。もともと原作となる小説版「閃光のハサウェイ」は逆襲のシャア・ベルトーチカ・チルドレンの続編という設定であり、映画版「閃光のハサウェイ」は映画版「逆襲のシャア」の続きなので、ハサウェイが過去に直接クエスを殺してしまった小説版と、クエスはチェーンに撃たれた映画版では異なる展開を見せる可能性があります。そのため、ブライトに関しても原作とは違った活躍が見られるかもしれません。2024年6月現在、未だ閃光のハサウェイ第2部サン・オブ・ブライト歌唱は公開スケジュールや予告 PV すら発表されていないものの、個人的には2025年だと思うので、今年の夏か秋には予告 PV が出てきてほしいところですが、果たしていかん。思うところはあるだろうが、任務に変更はない。もっとも当初の情勢が変わってきたことは間違いないがな。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。